いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。今日はチーズがゴロゴロたっぷり入ったふわふわのチーズパンを作ります。切ってみるとこんな感じ。チーズたっぷり、チーズの海です。このね、薄いピラピラのところも美味しいんです。チーズのパンはハード系の生地で作ることが多いんですが、今日はふわふわで甘めの生地と合わせてみました。で、今回はトッピングにマヨネーズを絞ったんですが、この絞り方がね、自分でも笑っちゃうくらいに下手で、そのあたりも一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、薄力粉、きび砂糖、塩、イースト、蜂蜜、太白ごま油、牛乳です。牛乳は35度ぐらいに温めたものを使います。まず粉類を合わせます。強力粉の中に薄力粉、きび砂糖、塩を入れます。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。今日は強力粉と薄力粉を入れましたが、これは強力粉だけでも OK ですし、純強力粉のリソールでも美味しくできました。この泡立て器は前回ご紹介した泡立て器です。新しく仲間入りしたやつね。持ちやすくてね、とても使いやすくていいと思います。はい、生地を作るボウルに温めた牛乳、そこにイーストを振り入れます。このように混ぜて溶かしておきます。はい、そしたら先ほど合わせておいた粉類半分くらい入れます。いつも言ってるんですが、大体の量で大丈夫です。そして混ぜます。この新しい泡立て器でガーッと混ぜます。はい、粉が見えなくなってドロッとしたらこのくらいで OK です。はい、蓋をして10分このまま置いておきます。気温の低い時は暖かいところに置いておきます。はい、10分経ちました。ではこの中に太白ごま油と蜂蜜を入れます。はい、そして混ぜます。はい、そしたらここに残りの粉を全部入れます。そして混ぜます。最初はぐるぐる、その後切るように全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。私いつもここにね、乾いた布を敷いていたんですけど、容器がね、滑っちゃったりしてたんですね。そしたら視聴者様より濡れた布巾を敷くといいですよって教わったので、今日は濡れた布巾を敷いています。で、ハムスター混ぜっていうのは、この容器を縦にしてヘラの下の方、根元の方を持って、そしてハムスターのおもちゃのようにヘラを向こうから手前に、向こうから手前に、こんな風にこすりつけていくのをハムスター混ぜと呼んでいます。こうするとダマもなく全体がきれいに早く混ざります。濡れた布巾最高。全然なんかね、こう動かないですね。教えてくださってありがとうございました。皆さんもね、ぜひ試してみてくださいね。もうやってるかもしれないけど。はい、あっという間に全体が混ざりましたので、ボウルの周りをきれいにします。この時ね、少し生地が緩く感じるかもしれません。こんな感じで。でもこのくらいで大丈夫です。牛乳だけで練るとね、割とこう、なんて言うんだろう、扱いやすく締まりのある感じになるので、このくらいで大丈夫です。そしたら蓋をしてまた10分置いておきます。ちなみに今日の室温は20度です。生地の発酵には少し温度が低いので、私は今日もオーブンの中に熱いお湯を入れたカップと一緒に入れておきたいと思います。はい、10分経ちました。ではこれよりひらひらポンポン3分間スタートです。タイマーかけておきます。またマッシュって言っちゃった。タイマーかけておきます。はい、ではひらひらポンポンね、初めてご覧になる方もいらっしゃるので説明いたしますと、このように生地を伸ばしてひら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 ってさせます。切れそうになったら折りたたんでポン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 刺激を与えます。ひら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 、切れそうになってきたら折りたたんでポン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 。これを3分間繰り返します。言い忘れてたんですけど、このボウルなんですが、蓋付きのこのボウルは100円ショップのセリアさんで購入しました。
3分経ちました。以前にパン作りの道具たちという動画の中でご紹介していますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。はい、3分経ったら今度は10回ぐらい叩きごねします。このようにストレッチをすることで生地の表面が整います。はい、これで OK です。はい、蓋をして今度は20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を張らせるようにして整えます。蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。はい、生地の表面を整えます。少し表面を慣らして、はい、蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。私はいつも乾燥しないようにビニール袋に入れてパッチンしています。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。オーバーナイトを終えた生地です。うわ、すごいなんかパンパン。今日はねこれ14時間ぐらい経ってます。おー、元気。では台の上に移します。はい、ガスを抜いて、はい、ひとまとめにします。では重さを測ります。 371g。 はい、今日は6分割です。1つあたり 61.8g。 はい、今日も苦手な6分割では重さを揃えます。はい、 61.8g に重さを揃えました。では丸めます。固く絞った濡れ布巾をかぶせて復温を兼ねて20分ほどベンチタイムを取ります。はい、ベンチタイムの間に本日のフィリングをご紹介します。チーズはこれ切れてるチーズを2種類とピザ用のチーズを用意しました。切れてるチーズっていうのはこういうのね。これがコクのある味わいというのが白いのです。この黄色いのはチェダーチーズです。黄色いのが入ると色合いが綺麗なので今日はこの色をチョイスしましたが、中に入れるチーズは何でも OK です。合計で 180g になるように測っておきました。このね大きさ適当でいいんだけど、私はいつもこんな感じで縦に3等分してからザクザクとこのように切ります。こっちも同じ。はい、これねピザチーズも全部混ぜて一緒にしておきました。それでこうはかりにのせるでしょ。でこれ0に合わせてここから 30g を取る。でまた0に合わせて 30g を取って、このようにチーズをざっくり6等分しておきます。このトレイの上に5個しか乗らなかったんで、ここに1個ね、全部で6等分しました。はい、ではベンチタイムが終了しましたので成形していきます。両面に薄く粉をまぶして手のひらで広げてから綿棒で丸くします。こう外側に向かって薄くしますね。真ん中がちょっと厚みがあって外側は薄く。
1つにつき 30g のチーズなんですけど、多すぎて包みにくいなと思ったらもっと少なくしてくださいね。私は欲張ってこんなにたくさんにしてしまいました。でこういうふうに伸ばして四方から閉じて、それでまた中央に寄せて、こんな感じで閉じ目をしっかり閉じます。もう一つは綿棒を使わない包み方をやってみようと思います。手のひらでこう伸ばしていきますね。で、綺麗な面を下にして、ここにチーズをのっけます。ギュッギュッと押し込んで、左手の親指で具材を中に押し込みながら、右の人差し指で閉じていく。で、ちょっと平たくします。はい、これで OK。はい、この型なんですけど、これはね、前回の動画でご紹介した IF トレイの丸型です。ここに薄く油を塗っておきました。早速ね、使ってみたいと思います。で、生地は閉じ目を下にしてここに入れます。で、ちょっとね、押しといた方がいいかな。こんな感じでちょっと押しておきます。で、型がない方もいらっしゃると思ったので、オーブンシートを四角く切ってこの上に乗せました。では、固く絞った濡れ布巾をかぶせて、最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分ぐらいから様子を見ます。はい、最終発酵が終了しました。35度で35分で出してきました。オーブンは180度に予熱をスタートさせています。では、牛乳を塗ります。これは溶き卵でも OK です。今日は生地に溶き卵を使わなかったので牛乳を塗っています。はい、今日はね、マヨネーズ、これをね、絞ります。こんな風に。下手くそ下手くそ。試作の時はもうちょっと上手にできたんだけどって言い訳する。もう一個。落ち着いて。落ち着いてってやったら余計ひどくなった。ぐちゃぐちゃになっちゃった。ひどいひどいことになっちゃったまあいいか個性個性、模様は個性。またやっちまった。これさ、蓋がこうやって引っかかっちゃうから、こういう風にやった方がいいですよ。経験者は語る。もういいや、ぐちゃぐちゃだけど。はい、できました。これはまあまあ良かったんですよ。これぐちゃぐちゃ、これもぐちゃぐちゃ、これはまあまあ OK。 これ最後のぐちゃぐちゃ。はい、どんな風に焼き上がるか楽しみですね。粉チーズ振ります。適量。これはね、振らなくてもいいんですけど、チーズパンだからね。あとさ、この私のぐちゃぐちゃのマヨネーズが隠れるかもしれない。隠れないか。よし。はい、では180度に予熱をしたオーブンで、15分を目安に焼いていきます。はい、焼けました。180度で15分焼きました。変な顔みたいな模様になりましたね。これが型を使わなかった方です。で、これが型を使った方。あんまり変わらないんです。あんまり変わらないけど、まあ、横に広がらないで同じ大きさに焼き上がるし、まあ、見た目はね、やっぱり型を使った方がちょっと
いい感じなのかなと思います。でもね、型を使わなくても十分にできるっていうことが分かりました。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。